こんにちは。今日は動詞のマス形の肯定形と否定形について、そしてマス形の非過去形と過去形についてお話しします。少し複雑ですが、これから日本語を勉強していく際の基本となる部分ですので、頑張ってください。では始めます。日本語の動詞は文章の中で形を変えますが、N語では大きくこの5つを勉強します。今日は使うのはマス形です。ここでマス形の作り方を復習しましょう。マス形の作り方をまだ勉強していないという方は、この動画を見てください。概要欄にリンクを貼っています。では、復習を行う前に簡単にマス形の作り方を紹介します。マス形を作るためには動詞のグループ分けが必要でした。動詞のグループによってマス形の作り方はこのように変わります。書くという動詞は1グループの動詞です。1グループの動詞は最後のひらがなを見ます。最後のひらがなはくですので、か、き、く、け、このうちきを使って書きますとなります。食べるは2グループです。2グループの動詞は最後のるをますに変えます。そのため食べますとなります。来るは3グループです。3グループの動詞は2つしかないので、そのままマス形を覚えましょう。来るは来ますとなります。話すは1グループです。最後のひらがなはすですので、さ、し、す、せ、そのうちしを使って話しますとなります。以上でマス形の復習は終わりです。ここから今日の本題となります。日本語の文章は大きく分けて普通形の文章と定例形の文章に分かれます。普通形の文章は新聞や論文などで使われ、定例形は日常会話などで使われます。動詞のマス形は定例形の文章を作ることができます。この動画で扱うのは定例形の文章です。次に、定例形の文章は大きく分けてこの4種類あります。今日勉強するのはこの4種類の作り方です。この4種類の文章の意味のニュアンスはまた別の動画で扱います。まずはこの4種類の文章をどのような動詞でも作れるようになることが大切です。まず基本となるのは表の左上の肯定形、非過去形の部分です。ここは先ほど復習をしたマス形を使った文章です。これを中心にします。この文章の最後のすを変化させます。線に変えると否定形になります。下に変えると過去形になります。次に右下の文章はリンゴを食べませんの最後にでしたを加えます。これで完成です。この4種類の文章をすぐに作れるようになることはとても大切です。次は買うという動詞で復習をしましょう。同じように左上の肯定形、非過去形は買うのマス形をそのまま使います。次に最後のすを線に変えれば否定形になり、下に変えれば過去形になります。次に右上の否定形、非過去形の文章にでしたを加えると過去形になります。もう一つ練習をしましょう。動詞を売るに変えます。売るのマス形は売りますなので、左上の肯定形、非過去形にはこの形が入ります。あとは同じようにして表の完成です。ここで全体の流れを食べるの動詞を使って見ておきましょう。
まず食べるという辞書形の動詞があります。そこからマス形を作るには復習で扱ったように食べるのグループを確認することになります。完成したマス形を使ってこの4種類の文章を作れるようになれば日本語での表現がとても広がります。N5 のレベルではここまで勉強する必要があります。今日の動画は以上です。皆さんが使っている教科書などにある動詞を使って今日の内容はぜひ何度も練習してみてください。質問などがあればコメントで聞いてください。お疲れ様でした。見ていただきありがとうございました。